YouTube! Hello! 今日のビデオはですね、コメント欄でちょっとご質問をいただきましたので、我が家のビーガンのパンですね、パン作りの基本のレシピというのを今回は別ビデオでシェアしようかなと思います。今までですね、何回かそのビデオの中で、普段のビデオブログの中でパンを作ったりということはあったんですけれど、レシピだけでビデオっていうのを作ったことがなかったので、今回はちょっと我が家流なんで参考になるかどうか分かりませんけれども、レシピをシェアしていきたいと思います。はい。まずですね、材料として用意するのが当たり前ですけど小麦粉、強力粉ですね。強力粉、アメリカではブレッドフラワーという名前で売られています。あと、油脂分、これは、私は家で作ったビーガンバターを使っています。これの作り方は、レシピのビデオが別にありますので、ここら辺に下にリンクを後で貼っておきます。でですね、でうちは水分には実はミルクを使ってます。ミルクは何でもよくて、豆乳でもいいし、アーモンドミルクでもいいし、カシューミルクでもいいし、でですね、お砂糖はね、メープルシロップとかを使ってもらっても多分いいと思います。お砂糖と、お塩ですね。我が家はお塩はヒマラヤンソルト、ピンクヒマラヤンソルトを使ってますが、これは普通の多分食塩でも全然大丈夫だと思います。で、最後に、イーストですね。普通のイーストを使ってます。まず材料を測っていきます。測ってといっても、うち結構私は適当なので、結構目分量なんですけれども、油脂分、ですね、バターを作るのがめんどくさいなとか手に入らないって人は、多分オリーブオイルとか、ココナッツオイルとかを使ってもらったらいいと思います。実際にこのバターもオリーブオイルとココナッツオイルを混ぜて作ったものなので、これをですね、だいたい大さじ1杯ぐらい入れていきます。で、もうちょっとリッチな生地にしたいなという場合は、もうちょっと多めに大さじ2杯ぐらい入れてもらってもいいんですけれども、とりあえず今回は大さじ2杯ぐらい入れとこうかなと思います。でですね、お砂糖は私は大さじ1ぐらいを基本のレシピで使います。ちょっと甘めの生地にしたいなっていう場合は、お砂糖の量を大さじ2から3ぐらいまで増やしてもらっても大丈夫です。なんでお砂糖を大さじ1入れます。で、ミルクなんですけど、ミルクは、私はこの1斤でレシピを作る時に使っているのがこれですね。アメリカの計量カップで1カップを使ってます。でですね、これを1カップだいたいね250ミリぐらいなんですけど、でですね、ミルクは人肌程度にこうやって温めていきます。なんで他の材料を測る間にミルクを弱火にかけて人肌程度に温めていきます。でですね、ミルク1カップ、アメリカの計量カップで 250ml 入れます。これはね、多分ね、水分とか普通のお水でもいけると思うんですけど、私はミルクで作った方がコクが出るので好きなんでミルクを入れてます。で、お塩をこっちに入れます。で、お塩は小さじ1杯入れます。これはどのレシピでもお塩は小さじ1使ってます。でですね、ここに入ってるのが、バターですね。バターが大さじ1から2、普段はだいたい大さじ1ぐらいでやるんですけど、お砂糖が大さじ1で、塩が小さじ1入ってます。で、ここにですね、ミルクを1カップ温まったら入れます。でですね、我が家ではこねるのは普通になんていうかホームベーカリーを使ってまして、これでこねるところと一次発酵までをやってもらって、そこから自分で各自でというか、自分の好きに成形をするという形にしてます。なんで基本のレシピはだいたい材料の配合がほとんど一緒でですね、たまにそのお砂糖が増えたりとか油脂分が増えたりとかっていうことはありますけれども、基本はだいたいこのレシピで作る時に最後に一次発酵が終わってからカットをしたりとかして成形をする段階で形は変わりますけれども、パンのレシピとしては基本的にはだいたい一緒になってます。だいたい同じですね。で、ミルクがだいたい人肌ぐらいに温まったら、なんかちょっと湯気が出るか出ないかぐらいの段階でブレッドマシンに入れます。でですね、ここに小麦粉、強力粉を入れていきます。私はですね、計量にアメリカのこういう計量カップを使ってるんですけど、だいたいこれ1カップで
粉 150g ぐらいになってます。でここに2杯と半分2と半分カップをここに入れます。なんでよいしょ、これで150でしょ。アメリカのレシピのいいところはこれ結構カップでそのまま測れるんで適当でいいというか、まあ何グラム単位で測らなくていいのでいいところかなと思うんですけれども、これで300ですね。300とでこれが4分の1カップなんですけど、まあ半カップは測ってなんで375g から 380g ぐらいかな、グラムですからなんですけど、ここに入れてこんな感じなんですけど入れて、でイーストを入れます。イーストは小さじ1杯入れます。で出来上がってないけど、とりあえずここまでですねやったら、あとはブレッドマシンに入れてこねるところから一次発酵までやってもらいます。ここにブレッドマシンがあるので入れますよ。でですね、モードは普通に何やったかな、銅をこねる銅モードでやって一次発酵までやってくれるようにやってます。でスタート。でこねてる途中でちょっと粉が足りないかなって思ったら、その日の気温とか、あとはミルクの温め方とかですね、あとは油分が多いか少ないかでちょっとずつ変わってきますので、生地の状態がなんで、ちょっと生地のこね具合を途中で見てですね、ちょっと足りないかなと思ったら粉をですねちょっとずつ足してあげて、調整をしてあげてください。こねと一次発酵まで終わったので、簡単にパンチをしてガス抜きをしてください。ガス抜きをしたら、粉を振った表面、まな板とかこね台とかに出してもらって成形をしてください。そんだけなんですけどね。でうちはこのレシピで丸いパンも作るし、食パンも作るし、ホットドッグとかにもするし、これでビスケットちぎりパンみたいなのにもするんで、とにかく何にでもこのレシピで使ってます。なんで成形が違うだけで生地は基本的にほとんど一緒です。出てこいね。で今日はハンバーガーのバンにしようかなと思います。で6等分にすると結構大きいハンバーガーのバンになるんですけど、8等分やったらこれぐらいってわかるかな、ちょっと小さいかな、控えめな大きさのハンバーガーバンになります。あと丸める時もですね、こうやって丸めてるんですけど、よいしょ、大きさを変えると小さい一口大のパンとか、そのディナーロールみたいな感じになるんで、成形を書いて試してみてください。あと一次発酵が終わって、この後に成形が終わったら二次発酵するんですけど、二次発酵は布巾を上にかぶせておいて、だいたい大きさが倍ぐらいになったらっていうのが目安で見てもらったらいいと思います。で今の時期やったら多分普通に布巾かぶせて1時間ぐらい置いといたら1次発酵2次発酵から2次発酵終わると思います。
それでですね、すいません、ちょっと今食洗機が回っててちょっとうるさいかもしれないんですけど、それでパンは、ご自宅のこうオーブンの温度とか、あとはその時の発酵させ加減ですね。なんか夏とかだったら結構すぐ発酵が進みますし、冬だったらちょっと発酵が遅かったりするんで、その日その日によってちょっとずつ仕上がりが違ってくるかと思うんですけれども、ご自宅のオーブンとですね、あと生地と相談して一回作ってみて、何回か作ってみて食べてみて、この味が好きやなって思ったら、なんかそのお砂糖を増やすとかお砂糖を減らすとか、なんか水分を減らすとか、いろいろご自分で工夫してみてください。はい、じゃあ今回のビデオは以上になります。皆さんまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。